こんにちは。北海道十勝で農業をやってます、さおりです。チャンネル登録者数1万人突破しました。いつも見てくれてありがとうございます。11月から3月は雪で畑がお休みなので、長い冬休みを使って日本一周の旅をしています。今回の動画は九州編。約1ヶ月の間、九州を訪れました。北海道では見ることのできない景色や動物たちに会って、経験もトラブルもたくさんありましたが、いろんな人たちに助けていただいた旅でした。そんな様子を今回も動画にしたので、ぜひご覧になってください。こんにちは、さおりです。久しぶりの旅動画です。以前動画の最後にトレーラーの主軸が折れ曲がる大事件があったんですけど、最初は折れた主軸を逆さまにして応急処置をするという鍛冶職人の天才的発想で乗り切りました。その後ホームセンターで売っているもので主軸を作り直しました。とは言っても元々の主軸と同じサイズの鉄ではないので、ちょこちょこ様子を見ながら旅を進めていきます。青島はとても小さな島なので、お散歩気分で島を一周することができます。神社の中とは思えないほど熱帯植物がたくさんありました。めっちゃジャングルみたい。これから船に乗ります。青島から日南市に移動してきました。下に降りると海底を見ることができます。面白い。天気が良かったのでお魚がはっきり見えました。魚を見た後はトンビたちを間近で見れました。トンビには山口県でひどい目に遭ってるのでちょっと怖かったです。かわいい。ここには野生の馬がたくさん生息していて、人間には無関心なのでとても近くで見ることができます。車の周りに来てくれました。いらっしゃい。馬たちは基本草を食べてるか立ち止まってるかっていう感じでした。ということで宮崎は結構観光しました。今回めちゃくちゃ来たかった県だったので大満足です。あとね、鶏刺しも美味しかった。佐多岬本土最南端にやってきました。ってことで鹿児島です。ちなみにこれガジュマルらしい。こんなに大きいガジュマル初めて見た。このトンネルを通っていくみたい。トレーラーの軸がまた壊れまして、鍛冶職人がまた修理に取り掛かっていて、今日は午後からの観光になります。ちなみにその間私はうまかっちゃんを食べました。美味しかったです。あー、綺麗。最南端に来ました。おー、すごい。ということで戻ってきました。こんなね、証明書も売店に置いてました。桜島は現在も小規模な噴火を繰り返す活火山だそうです。足湯に入りながら桜島を見ることができます。ここの足湯はすごい長いんですけど、その分お湯が出てくるところから離れるとあんまり暖かくないです。こんなね、照明車も売店に置いてました。こんなに大きいガジュマル初めて見た。このトンネルを通っていくみたい。今日は午後からの観光になります。ちなみにその間私はうまかっちゃんを食べました。美味しかったです。
反対側は鹿児島市。ここも鹿児島市だけど、鹿児島の中心街が見えます。これから船に乗ってあっちの鹿児島の市街の方に渡ってみようと思います。ということで、ここからは船を3つ使って長崎県までショートカットしていこうと思います。まずは桜島港から長崎港へ。船に乗る前に車の全長を測られて料金が決まるんですけど、今回は9メートル20センチで料金は約6000円でした。平日でも1時間に3本は船が出ているほどたくさんの人が乗っていました。乗船時間は15分なのにご飯屋さんまでありました。しかも結構みんな食べてた。到着する少し前に完全に到着するまでは席を立たないでくださいって放送で言うんですけど、それを守ってたら車に乗り遅れそうになりました。めっちゃギリ間に合った。次は鹿児島県の長島町にある蔵の本港から熊本県天草市にある牛深港に向かいます。この船にはあまり人は乗らないみたいで、乗船時間もかなり絞られてます。所要時間は30分で、今回の計測では全長10メートル30センチで約9000円でした。ようこそ天草へ。道の駅宮地岳かかしの里に来ました。わお。くまモンがいる。この人はよく見るとストッキングをかぶせられてる感があります。メリークリスマス。校庭では懐かしい遊びが体験できます。大人になっても変わらず竹馬はできませんでした。天草二郎。今度は熊本の鬼池港から長崎県の口之津港に渡ります。今回は全長9メートル80センチで約8000円でした。実際は一応11メートルくらいなんですけど、そこまで正確には測られないみたいです。ということで3日かけて鹿児島から長崎まで移動してきました。なかなかこの南側を通る機会もないので、いい船旅になったと思います。口之津港のすぐ横にイルカウォッチングできる場所がありました。前からイルカを見てみたかったんで予約したんですけど、私が行った12月はイルカを見れる確率が 80% で少し低くて、最初はなかなか見つからなくてやばいなって思いました。でもね、さすがイルカ専門の方ですね。ちゃんと見つけてくれて、たくさん泳いでいる姿を見れました。多い時は100匹くらい見れるそうです。イルカの後は中華料理を食べに行きました。ということで、欲張りセットです。たくさんメニューがあって迷ったんですけど、私はチャーハンと餃子とちゃんぽんにしました。
やっぱり長崎といえばちゃんぽんです。食後には頼めばコーヒーも出してくれて、コーヒー苦手なんですけど珍しく飲みました。次の日は九十九島を見にパールシーリゾートへやってきました。九十九とは数えきれないたくさんのという意味だそうで、その名の通り長崎県にはすごい数の島が浮かんでいます。この船ではそんな島を間近で優雅に眺めることができます。なので船の中もこんな感じでくつろぎながら楽しめるようになっています。船自体もなんかかっこいい感じで海賊になった気分でした。狭いところを通ったりとか、結構島に近づいたりとかするので綺麗だし面白かったです。パールシーリゾートには遊覧船だけじゃなくて水族館とか雑貨屋さんとかご飯屋さんとかいろいろありました。日本本土最西端の地。わー、ここが一番西らしい。私の住んでいる十勝はそもそも海沿いじゃないし、海に行ってもこんな穏やかじゃないので、九州は海きれいなところばっかりで本当に羨ましいです。長崎から佐賀県に移動してきました。お、綺麗紅葉。いい色。お、ここかな、登るのは。すごい立派。樹齢3000年武雄の大楠。本殿の左奥から樹齢3000年の木を見に行けます。すごい立派でした。ちなみにこの木は全国巨木第7位だそうです。佐賀から福島県糸島市に入りました。ここは自然の中で楽しめるカフェになっていて、食べ物を注文してから森の中に入って自分の好きな場所を探すようになっています。席が決まったら食べ物を取りに行っていただきます。私はキウイのタルトを食べました。糸島市の海沿いに来るとたくさん観光地があります。ここまた一の塩はその名の通り塩を作っていて、塩プリンだったりおにぎりとかも食べれるみたいです。甘じょっぱい。ポテトにも塩がかかってる。あとさっきこれ買ったやつ。はえ、シッ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 。糸島市の端っこにあるので少しわかりづらいんですけど、落ち着く場所なのでおすすめです。他にも糸島にはおしゃれな場所がたくさんあって楽しかったです。ということで福岡から熊本に入ったんですが、やっぱりトレーラーの主軸が折れ曲がってきていて、もっと丈夫な鉄が必要だということで、鉄を買いに吉弘鋼材さんに来たんですけど、本当は鉄を購入して、もしカットしてくれるなら助かるなと思ったんですが、まさかの作り直すのを協力
というか、ほぼやってくれて、穴を開けたり、溶接したり、めちゃくちゃ完璧にしてくださって、すごい頑丈な主軸が出来上がりました。もうほんと神様でした。ということで、阿蘇に来ています。めちゃくちゃ山が綺麗。なんと、雪って言っていいのかなこれ。霜って言っていいのかな。縛れてます。やっぱ山だから寒いんだね。雪だるま作っとこうかな。汚そう。こんな。よし。すぐ溶けちゃいそうだな。まずは阿蘇山の火口まで向かいます。阿蘇は九州の中でもめちゃくちゃ好きな場所なので、晴れてよかったです。これから火口に行ってきます。火口が見えます。あれ緑なのは温泉のめっちゃ熱いバージョンみたいな感じかな。調べたら湯だまりといって50度から60度あるらしいです。赤牛、誰もこっち見てくれない。阿蘇をドライブ中、放牧されている牛たちがたくさんいました。わあ、青一つない雲空でございます。かわいい。あの角怖い。あの角が怖い。かわいい。かわいすぎる。バイバイ。おはようございます。阿蘇 Day2 です。1日目は晴れたんですけど、2日目は雪が降って、また見る景色も変わりました。阿蘇山も雪が積もって白くなっています。赤牛カレーを注文しました。赤牛を見た後は赤牛を食べました。ごちそうさまでした。大観峰はその名の通り景色が一望できて、どこを見てもめちゃくちゃ綺麗でした。ただ冬なのでかなり寒かったです。おはようございます。大分県に来ました。ちょっとね、土日だったんで、土日はできるだけ観光せずにじっとおとなしくしてました。で、今日から大分観光ということで、湯布院とか地獄巡りとかは前に行ったことがあるので、今回はじゃん、昭和ロマン館に来ました。早速入ってみようと思います。すごい可愛いんだけど。こんにちは。昭和の街に来てます。どこ押せばいいの？何？ A か B ってこと？なんか出てきた。あなた強すぎ。お菓子あげるよ。帰るときにレジにカードを渡してね。やった。夢町三丁目館に来ました。あ、この中に入って
遊んでいいよ的な感じなのかな。へえ。でもなんかこれはちょっとまだ知ってるよ。サッカーするやつだよね。知ってる知ってる。なんだっけ、ファミコンだよ。ファミコン。うわ怖っ。知ってるよ、オセロだよ。良さげな雰囲気のお店を見つけました。揚げパンってなんでこんなに美味しいんだろう。地獄プリンを食べに別府にやってきました。正直普通のプリンだった。原尻の滝は幅が120メートルある少し変わった滝で、日本の滝百選にもなっているそうです。滝の近くには乳麺っていう温かいそうめんを食べれるところがありました。私が頼んだ味はカルボナーラで、この中にそうめんをつけて食べました。ごちそうさまでした。ついに九州を出る日がやってきました。船に乗る前に腹ごしらえをします。全部美味しかったです。ここハングリーモンスターはモーニングからやってるので、朝がっつり食べる人にはいいと思います。ということで、大分の佐賀関港から愛媛県の三崎港に船で渡ります。だいぶ長くなってしまいましたが、九州編でした。吉弘鋼材さんのおかげでトレーラーの心配も全くなくなって本当に良かったです。そして九州は海も綺麗だし食べ物も美味しくて最高でした。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。